多分はじめまして。ちょっとゲームが好きなただのおっさんです。流行ってるみたいなのでずんだもんでボイスをつけてみました。さて、今回はトリニティフュージョンのハードモードの動画です。安全思考でプレイした結果、かなり安定してクリアできるようになったので、その成果発表ですかね。ちなみにボスはろくに攻撃すらさせずに瞬殺されます。だから安全なのです。では始めていきましょう。使用キャラですが、キャラにします。キャラによって最初に入れるステージが変わるのですが、キャラで入れる溶鉱炉が一番安全だと思います。霊媒ですが、重要なのは受け流しとクリティカル率とバリアです。溶鉱炉は受け流しさえできれば安全に敵を処理できます。クリティカル率は中盤の雑魚戦の安全性アップのためですね。バリアは全般にわたっての不慮の事故防止です。ハードモードの場合、HP がなくなってゲームオーバーになるより、投機ずれでゲームオーバーになることの方が多いですから、敵の攻撃を当たらなかったことにできるバリアは重要です。投資家を追加したのは、強化アイテムの再抽選にお金がかかるからです。一通り確認したので復活です。そうそう、バトルのアップグレードは全部購入済みです。ちなみにプレイしてるのは Steam 版のバージョン 1.3 です。他の機種やバージョンで同じことができるかは分かりません。落ちてきたところに敵がいるのは結構珍しいです。無視して右上へ強化アイテムを取りに行きます。強化アイテムはクリティカル系やアビリティ系を優先して取得します。今回は背後の資格があったので取得、幸先が良いです。敵は基本的に全部倒していきます。最悪だと最初の中間地帯まで戦う必要があるので、パワーレベルはしっかり上げていきます。空中の敵も引き寄せて倒せるのがキャラの良いところです。武器によってはジャンプ攻撃が当てづらかったりしますし、敵の探索や戦闘シーンは早送りしていきますね。2つ目の強化アイテムはクリティカルショックを取得できたら嬉しい強化アイテムの一つです。物置目の敵はそれを狩りに行くのが一番楽です。3つ目の強化アイテムですが、次乗らなかったので一旦スルー。お金を貯めて後で再抽選します。エネルギー分は使用していますが、今後使いません。せっかくなので今くらいは使っておこうという感じで分回してます。開けてみましたが外れ。いや、普通に戦闘をしていくならアビリティは有効だと思います。ですがこの手のアビリティはほとんど使って
はナイラと行います。ナイラが使用できる移動用アビリティのウェーブバッシュが目的です。ハードモードに挑戦するくらいならウェーブバッシュは使えるようになってると思います。使えないなら生存者モードで取得を頑張りましょう。今後の攻撃手段としてウェーブバッシュは重要な要素の一つになります。来ました。衝撃のクールダウン最重要強化アイテムです。これとウェーブバッシュを組み合わせるとこうなります。ウェーブバッシュを使った際に周りにターゲットがない形になり 0.5 秒のクールダウンが発生します。この終了時に衝撃波が発射されます。つまりウェーブバッシュの発動ボタンを押しっぱなし 0.5 秒ごとに画面外まで届いてこれで反射する衝撃波が自動的に発射されます。以降これが主なダメージソースとなります。さらにこれと組み合わせたい強化アイテムが2つあります。2つとも二重強化アイテムなのですがこの中にはないですね。再抽選すると来ました。しかも2つとも両方欲しいですが無理なので今回はワンツーパンチを取ります。クリティカル回復剤は次の機会までお預けです。できれば2体目のボス戦までには欲しいですね。ちなみにヨーポーロで衝撃のクールダウンが手に入ることは稀です。大抵次かさらにその次のステージになります。ですのでここまでは一発で攻略できるゲームでは必要です。残しておいた強化アイテムに来ましたが資金不足で再抽選できません。まあワンツーパンチを取れたので仕方ないですね。これにてヨーポーロは終了。地下研究所に進みます。地下研究所は天井が低くなった分衝撃波が刺さりやすくなります。あまりいやらしい敵もいないので安全に先に進めます。最初だけ等速で戦闘シーンを見てもらいましょう。時々交換するか迷ってもたもたしています。クリティカル回復剤はなし。再抽選するも来ませんね。ここは短縮アイテムを取得します。紫を3つ揃えてのパワーアップ、アビリティ強化アイテムの取得を優先しました。これがあると衝撃波の発射間隔が近くなり威力も上がります。戦闘がより楽になりました。中間地帯への出口にたどり着きました。このフロアの強化アイテムを全部取ったらここから先に進みます。
次はパワーアップのクリティカルスレイヤーのストックを目指します。この効果はもちろん衝撃波にも乗ります。全部回ったようなので次のフロアに進みます。先ほども触れましたが、次は中間地帯です。若干遠回りになりますが、強化アイテムを集めるためです。急がば回れというやつですね。さて中間地帯ですが、強制戦闘プラスその報酬の連続です。強制戦闘の代わりにアスレチックになることもあります。狭い空間に閉じ込められての複数の人の戦闘なので、ここは危険なのですが、こちらには攻撃差があります。実際にどうなるかはご覧の通りです。ちょっとドタバタした感じにはなってしまいましたが、大体のところ安全に処理できていたかと思います。そして報酬の強化アイテムですが、あまりいいのがありません。再抽選を繰り返した結果、復讐を入手しました。実はこれ自体の効果はあまり実感したことがありません。クリティカルスレイヤーの方が目的ですね。次も同じ感じなので早送りします。再抽選したら20強化アイテムの大当たりが出てきたのでストック。説明文は正しくはコイン100枚ごとにクリティカル率 1% 上昇です。これでクリティカルスレイヤーもストックできました。雑魚戦がさらに楽に安全になりました。次の部屋はショップなので早送りして、こちらの部屋の戦闘でどう変わったか見ていきましょう。そして再開します。このフロア、つまり中間地帯の最初からやり直しになります。敵も復活してますし、強化アイテムも取る前の状態に戻ってます。もし HP が減ってたらここだけは減ったままのはずです。まあ戦闘が衝撃波任せの現状ではそれほど苦ではありません。ちなみに強化アイテムですが、やり直す前と同じものが出てくるようです。再抽選の結果も同じになるようです。つまりリセマラはできないってことですね。今回はちゃんと戦闘が終わって一安心です。20強化アイテムはクリティカルのクールダウンをストック。戦闘時は常にウェーブバッシュのクールダウンが発生しているので、単にクリティカル率が 10% 上昇するということになります。次はアンダーワールドのレンズに入り、ボス戦に挑みます。反対側の砦は通常の探索型ステージなのですが、時間がかかりますし、何より絶対に退治したくない。もといやらしい敵がいます。地形を貫通する上に地形のぐらいに隠れて見えないと微道具を地形を透かしてこっちを認識して撃ってくるとか、普通のおっさんには反応できないんだよバカバカ。さて今回挑むボスの名前はレンズの守護者。体験版にも出てきましたね。浮遊したままレーザーを撃ってきたりする攻撃が当てづらい敵です。
ハードモードではこのボスを5回被弾する前に倒さなければなりません。本来なら敵の攻撃を誘導したりダッシュでかわし敵を伺いちまちま攻撃していくという感じになると思います。安全思考を掲げるこの攻略ではどうするかですが、衝撃波の火力で武装します。撃破しました。有効火体あたりをパリーした他は普通にご利用しただけですが、被弾2回で済みました。衝撃波で敵キャラと敵が見えづらくなり、適切な回避処理などがやりづらくなるのがこの戦闘の欠点といえば欠点ですね。ちなみにこのボス HP が少なくなると行動パターンが変わる演出が入るのですが、演出が始まる前に HP が0になったので先に終わってしまいました。さてステージはサフテラリアに進んでいます。フロアの雰囲気も敵キャラもガラッと変わっていますが、こちらのやることは変わりません。序盤だけ等速でお見せします。必要な強化アイテムはあとクリティカル回復剤だけなので、他の強化アイテムのストックはおざなりになってます。アビリティラッシャーが来ました。衝撃波が4回に1回の確率で2重に発射されるようになるものです。嬉しくないわけじゃないですが、手に入るならもっと序盤が良かったね。クリティカル回復剤が来ました。これで欲しい強化アイテムは全部揃いました。あとはラスボスめがけて突き進むだけです。現時点ではクリティカル回復剤の効果はあまり目に見えないと思います。分かりやすいところが来たら等速でお見せします。ここです。衝撃波が大量に連続して発射されているのがわかるかと思います。これがワンツーパンチとクリティカル回復剤のシナジー効果です。1、敵の近くにいる時に衝撃波がクリティカルで当たる。2、クリティカル回復剤の効果でウェーブバッシュのクールダウンがすぐ終わり衝撃波が発射される。3、ウェーブバッシュの直後なのでワンツーパンチの効果で次の攻撃がクリティカルになる。4、敵の近くなので発射された衝撃波が必ずクリティカルで当たる。5、2に戻る。というわけで2から5がループするわけです。これが最大に効力を発揮するのはボス戦なのでお楽しみに。出口には着きましたが、背部は探索型のステージなのでこちらには進みません。中間地帯を衝撃波で乗り払っていく方が早いです。中間地帯ですが、特筆すべきことは何もないのでこのまま早送りで垂れ流します。何事もなく出口にたどり着き、2回目のボス戦となります。戦うのはハイパーワールドのハーモナイザーの LR の台頭です。オーバーワールドの方のボスはフィールドにフックポイントがあって、そこにウェーブバッシュが反応するので相性が悪いのです。LR の台頭ですが、横に広いフィールドを左右に移動しながら飛び道具を放ってくるので、それを避けながら攻撃を当てていくというのが通常の戦い方でしょう。安全思考を掲げるこの攻略ではどうするかですが、衝撃波を打ちながら体当たりします。どこかのボスと違って HP が減ると強制で演出が入ります。
ムですが、内容としては中間地帯と同様です。雰囲気を見てもらうために最初の部屋までは等速で流します。裏はラストダンジョンって感じでかっこいいですね。でもこちらがやることは変わり映えなく衝撃波で塗り払うだけです。ということでラスボス前まで加速です。最後の方で1回被弾したぐらいで特に問題もなく走破しました。要塞研究所に入りラスボスと対決します。ちなみにこのラスボスと戦うためには3人の主人公全員が一度はアマルガムまでクリアしている必要があります。つまり最低でも3周する必要があるというわけですね。出ました。これがラスボスです。こちらの戦法ですが FR の対等戦と同様衝撃波を打ちながらの体当たりです。撃破しました。こちらが動けるようになってからわずか2秒の出来事でした。早すぎて HP が減った際の演出も飛ばされてしまいました。これにて終了です。拙い解説にお付き合いいただきありがとうございました。なおこの動画制作時点でのハードモードの全世界クリア率は 0.8% です。この動画を参考にクリアを目指していただければ幸いです。それでは失礼します。